You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. おはようございます。昨夜からあいにくの雨模様。足跡のない綺麗な風紋を見るため、早朝の鳥取砂丘を訪れましたが、雨でも見れるのでしょうか。砂丘に向かう前に足洗い場を確認します。タオルは準備してきましたが、自動販売機があるので忘れても安心。鳥取砂丘で意外と多いのが落とし物。貴重品はコインロッカーへ預けます。トイレを済ませ、サンダルに履き替えたらいよいよ鳥取砂丘へ。ちょっとびっくりですが、砂の持ち帰りも落書きも NG。 未来にこの景色を残すための大切な約束事です。すごくない？すごいね。動画で何度も見ていましたが、生で見る景色は想像以上。ちょっとさ、上の方にペペって行ってきて、私がここで撮っとくやすごい。オアシスがあると駆け寄らずにはいられません。雨の鳥取砂丘に来るのは自分たちだけかと思っていたので、仲間がいて安心しました。砂丘を歩く時の履物ですが、サンダルにして正解でした。真夏は砂が高温になるので危険ですが、今の時期はサラサラの砂が心地よかったです。馬の背のさ、近道コース発見した。馬の背の近道コース発見。なだらかな道ではなく、そびえ立つ壁を登ります。足跡が険しさを物語っています。登るのは少し大変ですが、その先には息を飲む景色が広がっています。ウェイ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 。むしろさ、砂ぼこりとかなくてからいいかもしれん。小雨おすすめです。わお。風紋は見れませんでしたが、雨の鳥取砂丘も案外おすすめです。時刻は8時30分。そろそろ砂の美術館がオープンするので、馬の背を後にします。100メートル間隔に建てられた現在地を示す杭。鳥取砂丘で遭難したら杭を目印にしてください。帰りがきついという事実。砂の美術館に到着。足を洗って靴に履き替えてきました。世界初の砂像を展示する美術館で、コンセプトは砂で世界旅行。2026年のテーマは情熱の国スペイン。大人800円で世界旅行が楽しめます。しかも開催4日目の出来たてほやほや。入り口付近では砂像制作の様子を映像で紹介。見学前にチェックしておくと作品の見え方がぐっと変わります。砂でスペイン旅行開幕です。すごいね。鳥取砂丘の砂と水だけで作られた砂像。信じられないほど精巧な世界が広がります。すごい。
特に感動したのがこちら、今にも動き出しそうな躍動感。うん。素材が砂であるため、制作中は常に崩れるリスクと隣り合わせ。砂を自在に操る研ぎ澄まされた感性と高度な技術が求められます。繊細さと迫力に思わず見入ってしまいました。細かいところまで丁寧に表現されています。ターバンのさ、あの辺の感じとか好きなんだけど、すごい。世界各国の砂像彫刻家が鳥取の地に集結。毎年テーマを変えながら壮大な作品を制作しています。猫かな？ヒョウ？トラ？ヒョウ？チーター？ねえ、とりあえず強そう。王様って感じ。いやマジ熊の親子かわいいね。毛が柔らかそうやもん。この展示が見られるのは2027年1月3日まで。それが終わると作品はすべて崩され、元の砂に戻ります。今しか見ることのできない作品、儚くも美しい世界を堪能しました。はい、お入りください。お入りください。並んでください。はい、お入りください。はい。屋根付きでよかったね。ね足に濡れとるかどうかも確認せんやったね。まあいっか。ここで想定外の出来事が。折り口が砂丘なので結局スニーカーも砂まみれに。大山白バラ牛乳の高級生クリームとソフトクリーム界のフェラーリと称されるイタリア製ソフトクリームマシンが夢のコラボレーション。ね、あ、やっぱ昨日のより全然違う。濃厚、コクがある。昨日のはあっさりやったやん。やっぱミルクと生クリームじゃ違うね。あ、これは美味しい。ソフトクリームが好きな人は絶対食べてほしい。続いて訪れたのは全国ご当地プリンランキング1位を獲得したトットプリン。ラムレーズンの入ったプリンも気になりましたが、人気ナンバーワンの砂プリンを購入。鳥取砂丘をイメージした粉末状のカラメルは砂のようにサラサラです。カステラのザラメみたいで美味しい。トロトロプリンと相性抜群でした。お土産はこちらの見晴らしの丘に揃っています。次はこれも豆腐がベースですけど、マーズラが香ばしいので。屋上にある眺望テラスからは鳥取砂丘が一望できます。でもここは砂丘を歩いた後がおすすめ。まずは目の前にそびえ立つ馬の背。あの迫力をぜひ体感してほしい。鳥取市民の台所カロイチに移動。豆腐ちくわにはまってしまい追加で購入。うまい。どれも美味しかったですが、チーズとノーマル推しです。ランチはこちらの海洋亭でいただきます。鳥取といえば松葉ガニが人気ですが、今回いただくのは紅ズワイガニ。ジューシーで甘みが強いのが特徴。
追加で白イカの刺身も注文。鳥取県産杉のいただきます。食べちゃうよ。わさびが効きすぎた。うまっ。贅沢に食べよう。贅沢にこんな昼ご飯ありますか？カニがたっぷり乗っているからできること。茶碗蒸しもついてました。カニとイクラという最高の組み合わせ。やば。白イカはねっとりとした濃厚な甘みで、コリコリではなく柔らかい食感。うまっ。大満足です。ごちそうさまでした。じゃあ着いた。着いた。あっちゅう間やん。あっちゅう間。傷ついた白ウサギを救った神話が語り継がれる縁結びのパワースポット。ねえねえ、ほら、ご縁石。ご縁を結ぶ結び石。願いを込めて鳥居や白ウサギの石像に乗せると願いが叶うとされています。軽快な音楽をね。途中でコナン列車に遭遇。動画に残せなかったのが心残りです。あのレンガの色の。日本で唯一の梨がテーマのミュージアム。学ぶだけでなく梨の食べ比べも楽しめる梨好きにはたまらないスポット。入館料は大人300円。なんと今日は梨っ子館の開館記念日。アニバーサリー、かわいい。70種類の梨は本物そっくりのレプリカ。梨って中国発祥なんですね。シルクロードを渡って伝播し、西洋梨や日本梨に変形したそうです。韓国の多彩な行事になくてはならないのが果物の高盛り。赤い果物は東に、白い果物は西に置くそうです。あ、すごい。世界のフルーツ切手コレクションだって。和紙人形で再現されたのは梨にまつわる物語。へえ、面白い。あらすじを読みながら楽しく見学できました。あ、見て。すごい、見て。パスの中にこうなってるんだ。すごいね。めっちゃ芸が細かい。
けでね。おしおるね。やっとるやっとる。次は袋かけ。一個一個ね、すごいこれ大変だよね。わあ、リアルにやってる。こちらの劇場では困難を乗り越え日本一となった20世紀梨栽培の歴史を紹介。楽しみにしていた梨の食べ比べ。お取りくださいませ。はい。こちらのお部屋の中でお召し上がりください。はい、ありがとうございます。新雪は果肉が硬くみずみずしい食感で一番好み。愛宕は新雪に比べると果肉が柔らかく甘みは強め。新雪の方が好きかも。愛宕甘い。甘い。うん。美味しい。甲州も果肉は柔らかめ。食べ比べると全然違いますね。うまい。年間4000個の梨を実らせていた20世紀梨の巨木。なかなかこう勇気いるかもしれん。モグラとかおる。そうなの。パンで2つ。はい、小でよろしい。小で。はい、500円です。梨ソフト。美味しい。目的地は右側です。最後に観光するのは倉吉。入ってるやろ。琴桜赤瓦観光駐車場に車を止め散策します。そこ系じゃない？もともとサイダーを作っていた工場、現在は観光案内所に生まれ変わり、街の見どころ案内など観光の拠点となっています。町屋が立ち並ぶ本町通りを歩きます。弁天参道の先にあるのは大蓮寺。1900年建築の豊竹住宅は倉吉の伝統的な町屋形式を保持。昔ながらの駄菓子屋さん。子供の頃、遠足のおやつを買いに行ったのを思い出します。おやつは300円まで。バナナはおやつに入りません。赤瓦5号館蔵。古民家を改装したレトロな雰囲気漂う喫茶店。石臼でひいた石臼コーヒーを注文。初めての体験にワクワクしながら待っていると予想外の出来事が。暑かったのでアイスコーヒーを注文したのですが、冷たい飲み物はボトルで提供するスタイルでした。石臼でひく姿が見たかった。砂糖の代わりに入っているのは粒小豆。あれ、小豆が残っちゃった。コーヒーに小豆って合うんですね。優しい甘さで美味しかったです。白壁土蔵群の街並みが見渡せるくつろぎ空間でした。
落ち着いた風情ある街並み。多摩川沿いには白壁の土蔵が立ち並び、白壁土蔵の出入り口には一枚岩の石橋がかかっています。赤い石州瓦と黒い焼き杉。時間がゆっくり流れるのを感じます。この男性、誰かわかりますか？若き日の三國連太郎さん。倉吉出身だそうです。着いた。鳥取市内に戻ってきました。今回ホテルはアゴダで予約。ダブルルームなので格安で宿泊できました。大浴場もついてるし、寝るだけなので問題なし。ホテルでちょっと休憩して夕食を食べに行きます。鳥取駅に来ました。飲食店は北口側に集結。鳥取の B 級グルメ、ホルモンそば専門店。地元の方に愛されるアットホームなお店です。牛肉のたたきを注文。見てください、この火入れ。完璧すぎませんか？表面は香ばしく焼き上げて、中はしっとりレア。噛むたびに牛肉のうまみが口いっぱいに広がります。思い出したら食べたくなりました。特に感動したのがこちら。レバー好きはもちろん、レバーが苦手な人も食べれるんじゃないかと思うぐらい美味しかったです。ホルモンそばはもちろん、一品料理が絶品。なんとこちらの店主、海外で活躍した元皇帝料理人。看板メニューのホルモンそばには卵をトッピング。プリプリのホルモンと甘いタレで香ばしく仕上がってます。どれも美味しくて、地元だったら通いまくってます。幸せな時間を過ごせました。すごいね、復活って書いてある。幻のゲゲゲの鬼太郎がいるところ、はい、に行ったらなんかあって、すごい気になってたんですよ。千代結び、まさに千代結びってこの会社が境港なんです。そうなんですね。はい、この玉です。ありがとうございます。美味しかったです。めちゃくちゃおすすめのお店です。2軒目に訪れたのは焼き鳥屋すみれ鳥取店。低温調理した新鮮なレバーはトロトロ食感。焼き鳥には大山鶏を使用。ふっくらジューシーで柔らかい肉質。王様レバーは大山鶏を1羽分以上使用しており、食べ応え抜群。一皿の量がそんなに多くないので、いろんな種類をちょっとずつ楽しめます。これはビールが進みます。最高の一日になりました。最後までご視聴ありがとうございます。鳥取旅行3日目の動画もぜひご覧ください。いよいよ。いいね。もういいよ。かけます。かけます。